はようございます。たかしです。本日は10月5日木曜日、ただいま10時7分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。YouTube のメンバーシップがリニューアルしました。今までよりさらにお得になったプランをご用意してます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半にドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。全体の大枠のイメージとしてはこんな緑の矢印ですね。現在地付近でどの値幅かはわかりませんが、大きくはレンジを描くのかなと考えております。現在目安としてこの白のラインを引いてます。下の方が 178.5 付近、上の方が184円付近、178.5 から184円の間での大枠のレンジと現在は考えております。もちろんここを下抜けてくるとこのまま大きく下落する可能性はありますし、上抜けてくると直近高値を目指していくと考えてますが、現在は GMMA が今収束しているんですね。この青帯ですね。それが今横向きから少し下向きになりかけてます。ここから GMMA の青帯が開いてくると本格的な下落に入っていくと考えますが、大枠ではそんなイメージは持ててませんので、だいたいこの辺りでのレンジを想定してますので、今 GMMA の青帯の下にありますので、上値は重いんですが、どんどん下落するというイメージは持っておりません。基本は買い足では下落トレンドを描いているので、基本的なトレンドに従っていくのであれば戻り売りなんですが、しっかり戻ったところから売っていかないと、安値掴みをするとそこから大きめの上昇に入っていくということも考えられる。現在レンジなのであれば、レンジ下限から次はレンジ上限を目指すような、そんな動きになる可能性があるので、そこは注意です。チャンネル登録してね。では4時間足です。火曜日に大きく相場が乱れましたので、まずはこの相場が持ち直してくるのを待ちたいですね。まずはこの火曜日の大きな陰線、これをどちらに抜けるかっていうところを見ておきたい。現在は上の方にありますので、上抜けする可能性がありますので、まず火曜日の高値を抜けてこれるかどうかですね。火曜日の高値を抜けてこれると、4時間足の GMMA の青帯も抜けることになりますので、その辺見ておきたいですね。昨日は GMMA の青帯ぐらいまで上昇して、本日そこから下落傾向になっておりますので、基本的には今ずっと高値を切り下げ、安値を更新し続けている下落トレンドなので、その下落の流れに乗っていくっていうのが基本的な考え方なんですけれども、日足で大枠ではレンジを考えておりますので、下がったところは買われやすいし、上がったところは売られやすいというところで、大きなレンジなので、上がったり下がったりと方向感なく動くっていうのを想定しております。現在ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしておりますので、このまま下げる可能性も十分あるんですが、もし下げてきた場合は火曜日の安値、この辺りですね、178円付近っていうのが意識されてくると思いますので、その辺を見ておくといいと思います。逆に上昇するイメージを持つ場合は次1時間足なんですが、こちらですね、緑の矢印のイメージです。まずはこの火曜日の大きな陰線の高値と安値を結んだところにボックスを描きました。このボックスを抜けた方についていくのがいいと思いますので、下抜ければ下についていく、上抜ければ上についていくなんですが、日足では大枠ではレンジと考えてますので、下抜けた場合は騙しには注意ですね。今は GMMA の青帯を昨日一旦上抜けたんですが、本日はまた下抜けてきてますので、GMMA の青帯、このまま行くと横向きの動きになってきます。もちろんまた下向きに戻ってくるっていうことも考えられるんですが、現在一旦横向きになりかけましたので、ここでの1時間足単位でのレンジっていうところも想定しておきたい。トレードとして分かりやすいのはこの黄色のボックスを抜けてからですね。ですので逆に言うとこの黄色のボックスの中にある時っていうのはトレードがやりにくいので、そこは注意です。今1時間足の GMMA が横向きになってきたということは、この GMMA を挟んでのレンジということも考えておきたいし、4時間足は下落トレンド中ですので、その下落の流れに戻っていっているとも考えられます。もしこの黄色のボックスの中でトレードされるのであれば、5分足ぐらいの短い時間軸でするのがいいかもしれませんね。そして今分かりにくい動きをしている時っていうのはトレードはあまりお勧めしませんので、まずは様子見というところも考えておくといいと思います。では次はドル円です。ドル円は火曜日に大きく下落してきて、そこで一旦 GMMA の青帯に接触しているんですね。そこから一度反発はしてきております。ただし昨日も一応陰線ですよね。実体部分はほぼないんですが、ローソク足としては陰線。そして今朝方からまた下落してきてますね。ですのでまずは今一旦火曜日の安値を目指す、もう一度 GMMA の青帯付近まで押しをつけに行っているのかもしれません。
ストキャスティクスは今調整の下落中。この下落がどこで終わるのかを見ておきたい。日足は基本的には上昇トレンドですので、今このまま上昇トレンドが継続するのであれば、次のターゲットはこのオレンジの平行チャンネルの上限付近。現在ですと151円付近になりますので、そのあたりを次目指して上昇してくると思いますが、今は調整中ですので、この調整が終わればまた次の上昇に入っていくと思います。大枠のイメージとしてはやはり横ばいなんですね。GMMA の青帯を下抜けてくればちょっと話が変わってくるんですが、GMMA の青帯に接触しての反発をしている間っていうのは大枠でのレンジを考えておきたい。現在は日足のストキャスティクスが調整をしていますので、そこまでは上値が重い、もしくは下落基調が続くとは考えます。では4時間足です。4時間足はこの赤の平行チャンネルの中で動いております。昨日はこの平行チャンネルセンターラインぐらいで止まっていたんですが、本日結構強めに下げてきてますね。まずはこの平行チャンネルの下限ぐらいまでの下落を見ておきたいです。今は黄色の矢印のこの動きをしておりますね。今朝方考えていたのはこの辺りからの反発上昇の緑の矢印のイメージも持っていたんですが、先ほどから突然崩れ出してますので、まずは平行チャンネル下限ぐらいまでの下落を見ておきたい。もしくはストキャスティクスが下げ切るのをですね、ストキャスティクス過去こことかこことかゴールデンクロスしているところありますよね。その位置っていうのが大体揃っているんですよね。ということはもうちょっとストキャスティクスが下げる余地がありますと考えるので、もうしばらく上値が重いのかなと。ですのでストキャスティクスがもう少し下げてくれば次反発しやすいでしょうけれども、もうちょっとマックでも弱いですし、もうしばらく下落方向に動きやすい。そう考えると火曜日の安値ぐらいを目指すのか、赤の平行チャンネルの影を目指すのか、そんなあたりでの下げ止まりを見ておくといいですね。現在は平行チャンネルの中で動いているのであれば、平行チャンネル影を目指せば次はまたそこから上昇していく可能性を考えます。平行チャンネルを下抜けてくると結構大きめの下落をするかもしれませんので、その場合は146円ぐらいまで下落していくというところも考えておきたいです。では1時間足です。1時間足この火曜日の大きな下落がありますので、このローソク足の現在中にあるんですね。ポンド円と同じイメージです。なのでこのローソク足を抜けた方についていくですね。このローソク足下抜けした時は先ほど4時間足で言っていた赤の平行チャンネルを明確に下抜けていくことになるので、そうすると大きく下落する可能性があります。逆に上抜けた場合は次は151を目指して上昇していくと考えますので、今はまずは平行チャンネルの中、この平行チャンネルのセンターラインっていうのも結構過去も意識されてますので、まずは今センターラインを下抜けてきましたので、次上昇してくればこのセンターライン付近っていうのがレジスタンスに変わる可能性がありますので、そこからの戻り売り、こんなイメージが考えられますね。そして今は平行チャンネルの中で動いてますので、下限付近に来ればそこからは上昇していくっていうのが考えられますので、まずはしっかりこのラインに引きつけて、センターラインもしくはこの下限のラインまで引きつけて、そこでのトレードをしていくのがいいと思います。基本的には火曜日のこの大きな陰線を抜けた方についていくなので、ここを抜けるまでは難しい動きをする前提でトレードしていく必要があります。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧で分かりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。